正弘のうまいのなんの。うまいのなんのの正弘です。今日は、埼玉県新座にあります前夜さんへ参りました。皆さん前夜ともう相当前からなんですが、私がこのお店を存じ上げてというか食べてきたのは去年なんですね。本当に遅かりし客なんですけども、素晴らしいラーメンであります。本当にこんな今の時代に派手なラーメンがもう割烹してますけども、その中でこれだけ素敵なラーメンがあるかというようなことをいただいた後、ご主人のお話を伺いたいと思います。どうぞご覧ください。うまいのなんの。いいね。腕巻きをしました。まずスープいただきます。レンゲでいただくのと微妙に違いますね。で、2口ぐらいいただくと2口目に旨味が本当にくる。なんとも言えない、どこにでもあるように思いながらどこにでもないラーメン。見てください、この表面。飾りっ気がないって言ったら飾りっ気がないんですけども、居場所はいいとこ、居心地よく2度いただいてるんですけども、静寂で静質で言ってみると静かなラーメン。いただきます。スープが美味しいんですけど、この麺との相性が、僕どのぐらいここのとこまで数食べてるかわかんないですけど、これだけスープと麺と相性がいいラーメンってなかなか見つけにくいなっていうぐらい素晴らしいです。じゃあすぐいただきます。美味しい。ちょっとこの辺で中を見てもらおうかしら。こんなように食べられてバランスできれいに全部いただきたいなと思うんだが、どういう順番できれいにいくかと考えながらいただくと一番美味しい。せっかくここに胡椒があるので、一かけ。ぐっと胡椒の味がついて、味が立ってきた。美味しかったな。素晴らしく美味しかったな。美味しくいただきました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。僕は前夜さんのラーメンをいただく中では審査ものなんですけども、もう食べて最初に食べて感動して、ありがとうございます。これはなんとか YouTube で自分の意見を交えながらご主人のお話を伺わなきゃなと思ったんですが、まず前夜っていう名前はどういうところからですか？ですね、あまり深い意味もないんですけど、ないですか？
名前を付けるときにですね、ちょっと辞書を見ててですね、たまたま禅のところが、お禅の禅とか食事の禅とかっていう禅と、あとはまあ一歩一歩こう前進していこうっていう、禅の意味が前進いろいろですね。まあいろんな意味があって、まあわかりやすくひらがなで、お店なんで矢をつけよう。ああ、そうです。そのくらいですね。で、ご主人はラーメン屋さんをどういうあれで開かれる？ちょっと話すと長くなっちゃうんですけど、もともと私国家公務員だったんです。はい。入った当初はですね、多分ずっとここにいるのかなとは思ってたんですけれども、まあ中がこういろいろ分かってくるとですね、やっぱりこうどうも自分の性格上ここは合わないなと。合わないです。全然合わなかった。それで、まあもともと料理が好きだったので、何かこう自分でやりたいなと思って。そうだ、じゃあラーメンだったら簡単そうじゃないかなそれでじゃあラーメンをやろうかなと、まあ、漠然となんですけれども、それでもう後先考えずにその役所を辞めちゃったんですね、それでそれが何年ぐらいほど前30になるぐらいですね。だからもうでそれでまあもちろんすぐには始められないので、料理は好きなんですけども、本当に素人料理ですから。で、まあ、一番手っ取り早いのはそのラーメン屋さんに修行に行って、まあ、のれん分けしてもらうっていうのが多分早いと思うんですけど、ちょっと性格ひねくれてるもんですからそれも嫌だったですね。やるんだったらその自分のねオリジナルな味でやりたい。じゃあどうしよう。じゃあ醤油は美味しい店いっぱいあるな。味噌も美味しい店いっぱいあるな。豚骨、あれ醤油、味噌、あれなんで塩がないんだろう。なんで塩なんて一番簡単そうじゃないかな。じゃあ塩ラーメンやろうと漠然と考えて、それでじゃあやるためには何が必要なのかもそれすら分かんなくて、じゃあ多分調理師の免許が必要なのかなそれで学校行くにはお金がかかるし、じゃあ調理実務経験2年で試験を受けて取れればいいんだ。で、じゃあ飲食でどこに入れるかな。まあ誰でも入れる某ファミレスに行ったわけです。で、そこで2年と2年8ヶ月ぐらいですかね。で、いたんです。まあそこで調理師免許を取ってですね、資金も何もなくて、まだまだ始められなくて、でそれからちょっと転職をしまして、ある自動車メーカーの社員食堂に行ったんですよね。で社員食堂に行ってそこで6年ぐらい行っちゃったんですけれども、そこもまあファミレスよりは勉強にはなるんですけれども、違うと。まあ広く浅くですから、ラーメンの勉強にはならなかったですけどね。まあそれを勤めながら自分で試作をして食べ歩きをしてやってたんですけれども、またちょっと遡っちゃうんですけど私が32ぐらいの時に1992年ぐらいにテレビチャンピオンという番組がありまして、そこでラーメン王選手権そこになぜか出ちゃったんですね。食べ手側として出たんですよ。でそれでなんか決勝まで残ってしまいまして、でそれでその時の優勝の方が竹内慎さんってもうお亡くなりになっちゃったんですけど、準優勝の方が今宇都宮の大行列店の花の木さんのご主人なんですよ。でその中の3人が残っちゃってですね、それでなんか後々その竹内さんとか菊池さんとかすごくお世話になって、もう2人がいなければちょっとここまで来れなかったと思うんですけれども、でまたこっちに戻っちゃいますけれど、その当時竹内さんは新横浜ラーメン博物館にお勤めになってて、それでそこの博物館の企画でラーメン登竜門という企画があります。でそれに出てみませんか。そこにで優勝すると3ヶ月間ラークに出店できます。いやでもその時も何もできてなかったんですね。でも竹内さんのせっかく言ってくださるんで、そこになんかちょっと無謀にもこう行っちゃったわけですよ。実際のその作ってる審査があって、それで本当何もできなかったんで、もうひどいものを出しちゃって、審査員の方々から
酷評ですよ。なんだこれはもうひどい、お前の来るとこじゃないみたいな。もうとにかく酷評で。いや、悔しいんですけど、でももう自分で食べても、こりゃそうだよな、と思うぐらいのものしか出せなかったんです、その当時。でもその時点でもう開店を決めちゃってたんですよ。5ヶ月なかったですかね。いや、これはまずいぞと。で、それからちょっと真剣に試作と食べ歩きを繰り返して、この原型ができたのが、店開店の2日前ぐらいなんですよ。2日前にようやくできて、竹内さんと北島さんって方、その2人にちょっと来てもらって、食べていただいて。で、竹内さんも登竜門のひどい味を知ってますから、すごい心配をしてくれて、大丈夫かなって。で、来ていただいて、この原型を食べていただいたら、これならいける。これを登竜門でこれを出してれば優勝でしたよって言ってくれて、それで、なんとかいけるかなっていうのが、開店の2日前ですね。若いからできたのかもしれないですけど、そんなこんなで開店をようやくして、それで、あとは本当開店してからもその竹内さんとか、いろんな方のお世話になって、テレビとか雑誌とか、もういろいろ出していただいて、なんとか今日までやってきてる感じで。お店は移られたんですよね。そうですね。最初のその店自宅兼店舗併用住宅だったんですけど、ちょっと道路の関係で、10年前ですね、こちらに移転をしました。前夜ラーメンっていうネーミングで付けられてるラーメンはずっと開店当初からそうですね。それはもうずっと変わらずです。別に塩だとか醤油って言わずにオリジナルでいきたいな。店の名前を付けたラーメンの名前でいきたいなっていうのがありました。で、僕も本当に昔はラーメンたくさん食べてた人間なんですけど、何十年間ブランクがありまして、ここ3、4年一生懸命食べてる一人なんで、でみんな塩ラーメンだったら絶対前夜さんだっていろいろ言われる。で、去年寒い時に伺った時にいただいて美味しいな、でも他の塩とちょっと違うぞと、塩気をずっと感じるのとも違うしと思って、で2度目を食べて、どうもこれは塩だけじゃないような気がするんだけどさ、いやみんな塩だって言うんです。でお聞きしたら、ちょこっと隠し味程度。そうですね。本当にもちろんメインというか、もちろん塩がベースなんですけれども、本当薄口醤油が本当に色付け香り付け程度ですね。もう本当になんかそのために本当に黄金色に輝いてるような、そうですね。素晴らしいなと思うんですけども。で本当にどこにでもあるようなラーメンなのにどこにでもないっていうのがすごいオリジナルだと思うんですね。そう言っていただくのは一番嬉しいんです。そうですか。それを狙ってたんですよね。だからどこにでもあるラーメンだったら、どこにでも行けばいいわけで、こんな変な場所ですけれども、あそこに行って食べたい、あそこのラーメンを食べたいって思ってくださるのがやっぱりすごく嬉しいですよね。そうですか。いや、そういう感想、どこ行っても今もうなんかプラス思考でいろんな具をお丼の表面に並べ尽くすから、食べてる方がちょっと具が過剰になりすぎてる。本当に自分のラーメンのスープと麺の相性に必要なお野菜とかお肉はこのぐらいだよっていうバランスが完璧に取れてるようなラーメンで、ありがとうございます。しかも麺とつゆがこんなに相性がいいのは相当苦労されたなと。そうですね。一般的にその塩ラーメンって言ってやっぱり細麺ストレートがほとんどだと思うんですけど、うちのスープで細麺ストレートだと全然合わないんですよね。もちろん何十種類試したんですけれども、このスープに負けない麺っていうのはやっぱり中太と縮れがやっぱり一番美味しかったんですよ。で僕はお丼で本当そのまんま一口、昔50年ぐらい前はあんまりレンゲはなくて、お丼が重くないから広くもないから手で持って結構みんな食べる感じでいけました。私やっぱりそのタイプでもういただくと本当にスープがいいな。でも一口じゃ分かんない、二口目美味しいなと思うので、三口目いただくと前夜さんのスープだなっていうような感じがしてとても美味しくいただけるんだけど、本当に若い人がもっと派手な賑やかなラーメンが人気があるのに相当いらっしゃいますよね、若い人も。そうですね。年齢もですね、結構幅広いんです。年配の方から若い方から、多分どなたにも食べやすいとは思うんですよね。
もちろん自分でも毎日食べてるんですけど、毎日食べられるラーメンっていうのはやっぱり目指してたんですね。本当に食べる最中にもいつも思うんですから、本当に食べ終わって一番初めに来た時は新座の駅まで歩いて帰ったんだ。歩いて帰ってる中になんていう言葉で表現すると一番前夜さんのラーメンでいいのかなと思ったら、静かなラーメン。静かなるラーメン。ありがとうございます。静質で静寂で、しかも清潔感にあふれてて、真っ白いお丼で、ありがとうございます。いや、これはもう日本人としては惚れちゃうラーメンだなって思う。またこれからも通いたいと思いますので、本当本当にまた伺いたいと思います。本当に美味しくいただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。美味しくいただきました。うまいのなんの美味しくいただきました。